こんにちは。ライス情報戦グループ長の田代光輝です。客員研究員の中島幸宏です。ライス動画シリーズの初回になります。ライスとは何かについては下記 URL からご覧ください。我々情報戦グループはインターネットの SNS を通じた世論工作などの分析をしております。近年 SNS を利用した世論工作という言葉を身にする機会が増えました。SNS で世論をどこまで動かせるのかについて考えていきたいと思います。これまでの情報戦についての流れについてご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい。情報戦とか、世論工作ですね、こういうものは、第二次世界大戦の、時からずっとありました。一番有名なのはナチスドイツがですね、ラジオだとか映画なんかを使って、プロパガンダを繰り返して、ドイツの国民を騙していったというようなものがあります。他にも、SNS 登場以前にもいろんな媒体を利用した扇動工作というのは確認されています。他国に対する情報活動に関しては、例えば冷戦期はアメリカやソ連がラジオや新聞を使ってお互いに宣伝活動を行っていました。例えばアメリカのボイス・オブ・アメリカだとかですね、ラジオ・フリー・ヨーロッパなんかが有名で、アメリカ的な価値観、自由主義の価値観を世界中に広めようという活動がありました。つまり情報戦や世論工作というものはそんな古いものではありません。ただ近年大きく変わったのがやはりインターネットや SNS の登場です。情報媒体の中心がですね、特に若い人はインターネット、特に SNS をテレビやラジオ、新聞なんかにも長い時間接するようになりました。さらにですね、その SNS におすすめ機能というのがあって、自分がフォローしているしていないにかかわらず、その人の趣味嗜好に合わせていろんな情報がプッシュされるようになりました。でこのおすすめ機能、AI を使っていろんな動画だとかいろんなコンテンツが見れるようになりまして、それ自体は、自分の視野を広げたりだとか、知らない情報が取れるということでいいこともたくさんあるんですけれども、このおすすめ機能を、悪用して、政治的プロパガンダを垂れ流したりだとか、民主主義の危機になるような選挙妨害、もしくは選挙工作なんかを、するということが近年確認されています。今までラジオだとテレビなどの、一部媒体に限って、いろんな人に情報を届けているという状況が、インターネットを通じてより簡単により多くの人に、メディアだとか、テレビだとかラジオなんかを介さずに、検閲だとかそういうチェックですねなんかも介さずに、広く情報が届けられるという状況になりまして、簡単に世論工作ができるという状況になったということですね。つまり今では国家がテレビや新聞などを介さなくても、スマートフォンを通じて大規模な、外国への世論工作というものが可能になってきたという時代になってきたと言えると思います。では中島さん、SNS を利用した世論工作はどういうものが具体的にあるか教えていただけますか。SNS を利用した世論工作にはさまざまなものがあるんですけれども、まずはその分類から少し整理をしていきたいというふうに思います。一時期社会を大きく騒がせましたフェイクニュースという言葉がありますけれども、フェイクニュースとは何なのかといったことを考えたときに、まずは3つに分類できるんじゃないかというような整理がされました。それがまずはミスインフォメーション、ディスインフォメーション、そしてマルインフォメーションという3つの分類です。偽情報、誤情報という言葉がフェイクニュースの訳語として当てられることがありますけれども、それにもう一つ追加される形で3つとして分類がされています。まずミスインフォメーション、これは日本語では誤情報という言葉が当てられていますけれども、これは誤ったニュースではある、誤った情報ではあるんだけれども、そこに何か攪乱してあげよう、攪乱しようなどといったそういった意図がないような、ただ誤ってしまったようなもの、それがミスインフォメーションというふうに言われています。そしてここに誤ってるんだけれども、意図があって悪意があってそのような情報を流すようなものがディスインフォメーションというふうに言われて、日本語ではディスインフォメーションを偽情報というふうに訳して、訳されています。そして最後のマルインフォメーションというものは、これは必ずしも誤った情報ではないと、ただし切り抜きであるとか文脈から切り離す、また別の解釈を当てるなどということによって正しい情報を別の意図的に
解釈をさせることによってその情報を利用するマルインフォメーション、悪意のある情報の利用とでも日本語で言うかと思いますけれども、そういった3つに分けていこうというような流れができました。そしてその後またその意図を推定するというのは難しいというところで、じゃあ誰がそこにそのような意図を持って行動するのかというところで、特に問題になってくるのがやはり外国政府による世論工作というような話が出てきました。それを通称 FIMI、Foreign Information Manipulation and Interference の略になりますけれども、これによって外国政府が他国の世論に対して介入をしていく、操作をしていくということが問題になっているんじゃないかというようなことが話題に上がるようになりました。特にここで問題になってくるのがやはりロシアによる大統領選挙への介入というものが有名になっています。2016年トランプ大統領とヒラリー・クリントン氏が戦った有名な選挙ですけれども、ここにおいてロシアのインターネットリサーチエージェンシーという通称 IRA という機関が選挙に大きく介入をしたということがレポートでも公表され、大きな話題となりました。ここでは偽アカウントを作ったりですとかボットを利用したりしてさまざま世論を誘導していくというようなことがなされたということが言われています。ただしここに関してそれによってロシアが介入したことによってトランプ大統領が完全に当選に大きな影響を及ぼしたのかどうかについては議論自体は残っています。実際にそこに接触したのは 1% の人たちに 70% の情報が集まっていたなんていうような研究結果もあったりして、その影響力がどれだけ強かったかどうかについてはまだこれから大きく研究の余地が残っている分野にはなりますけれども、でもやはりあの選挙においてはその 1% もしくは数%の差というものがとても大きな意味を持ったわけですから、これからも世論に対して外国政府が工作活動を行っていくことに対して研究をしていくということの重要性というのは残っているというふうに考えられます。では中国など他の国についてはいかがでしょうか。はい、ロシア以外のものとしては、オックスフォード・インターネット・インスティテュートだとかオーストラリア・ストラテジー・ポリシー・インスティテュートなどのレポートが公開されておりますが、ロシア以外のものとしては中国による台湾の選挙や香港問題に対する世論工作というものが先ほどの機関からレポートとして上がっています。具体的には SNS のアカウントの大量運用による世論工作であるだとか、台湾などではいわゆるインフルエンサーと呼ばれる人たちを巻き込んで中国寄りの言論を広めるという工作などが確認されています。これに関しては日本のテレビでも報道されているので、多くの方はご存知かと思います。あとは最近多くなってきているのがイランによる中東情勢やイスラエル問題についての工作です。メタプラットフォームなどをはじめアメリカのプラットフォーム会社なんかもレポートを上げておりますが、なりすましアカウントであるだとかニュースサイトを運営しているようなアカウントなんかが親イランもしくはイランに近い組織が運営していて、イラン戦争であるだとかイスラエル問題に関してイランに近い立場を発信しシンパを作るというものが確認されています。今まではこういうものはマスコミを通してのみでしか他国民に通じることができなかったんですけども、今は SNS、特にスマートフォンで誰でも簡単に情報発信できて情報受信できる状況になってきて、先ほどお話しした通りやはりおすすめ機能がハッキングされることによって意図しないところで目にしてしまうという機会が増えてきています。特にここ 1,2 年で増えてきているのがショート動画による世論工作というものが増えてきていて、AI の発達によってショート動画が作りやすくなりましたと。さらに例えばイランの人間が英語で発信しようとしたときに、今までは翻訳機能の精度が低かったので明らかにこれは捏造だねというのが分かったものが、翻訳機能の精度が上がったことによってスムーズな英語でショート動画なんかを大量に作れるようになりました。でこの大量に作られたショート動画がおすすめ機能によって他国民に頒布することが可能になったことによって世論工作が比較的簡単になったというのが最近の事情です。で日本でも同じような世論工作といいますか SNS によって世論が変わったと
いう状況もいくつか確認されています。一番典型例なのは兵庫県知事選挙です。選挙が始まる前は当時の前職の知事が落選するんではないかというような話でしたが、大量にその候補を応援する動画、対立候補を誹謗中傷する動画が出回ったことで、最後100万票近い票がひっくり返って前職の知事が当選するということになりました。兵庫県民の皆さんが選んだ結果なので、それが正しい正しくないということは言いませんけども、SNS の影響を多く受けて投票行動が変わるという現象が確認されています。他にも福井県知事選挙だとか宮城県知事選挙のように、SNS を活用することによって若い人の票が動いて投票結果が大きく変わるという事例も確認されているので、今はテレビ、新聞、マスコミがどうのこうのという時代ではなくて、ショート動画を中心とした SNS が世論を作っていくという時代になってきますので、ここに外国の勢力による世論工作がつけ入る余地があるという時代になりつつあるかなというふうに考えております。SNS による世論工作においては、その効果が限定的なのではないかというような研究結果も様々出ています。しかしながらそれは平均的な効果であって、ある一定の人たちに対しては大きく影響があるなど、その異質性について大きな話題となっています。そして特に日本においては、東京科学大学の笹原教授などが参加された国際共同論文において、いくつかの国を調査して、その結果日本においては多くのボットが活動していること、またそのボットの影響力が大きいことが指摘されています。そのため日本においてこの世論工作の影響がどれだけ大きいのかということをきちんと監視する、また分析を続けていくということの重要性というものが近年高まっているというのが現状になっています。では SNS を通じた世論工作がなぜできてしまうかについてお話ししていきたいと思います。それは選択的接触であるだとか期待バイアスなどと呼ばれていますが、人は正確な情報を欲しがるわけではなくて、自分にとって心地よい情報を取りやすいという傾向があるからです。例えばリベラル思考の方が朝日新聞を購読するだとか、保守思想の方が読売新聞だとか産経新聞を購読するというところも、これも選択的接触であったりだとか期待バイアスの一つというふうに言えます。思想によって接する媒体が違うというのは、これはインターネット登場以前も先ほどの新聞のようにあることで、特別インターネットの時代だからということではありません。しかしインターネットの時代になって何が大きく変わったかというと、情報の量が圧倒的に増えたということですね。新聞であれば、本当に手のひらで数えるほどしかありませんし、テレビもチャンネル回しても、そんな多くの情報が来るわけではありません。しかしインターネットは数百万、数千万、数億の情報がインターネット上であふれています。特に昔は検索エンジンで自分の好みの情報を取ることが可能でした。例えば自分は病気じゃないかと思い込んだ時に、病気の名前を検索すると、それに似た症状が出てきて、本当に自分が病気だと思い込むであるだとか、例えば A という政策に対して自分は反対だというふうに思った時に、反対側の意見ばかり摂取するというのがインターネットでは可能で、偏見が偏見を生み、誇張が誇張をどんどん生んでいくという状況がインターネットでは起こりやすくなります。またアメリカの憲法学者のサス・キャンスティンですが、このような状況を憂いてサイバーカスケードという概念を提唱し、インターネットの危険性をあらかじめ世の中に訴えていたわけですけども、インターネットの公共権においてはたくさん情報があるがゆえに、先ほどお話しした通り、自分の好きな情報だけを取りがちになります。そうすると偏見がどんどん誇張されるんですが、例えば1万人に1人しかいないような極端な意見を持つ人が、現実世界で自分と同じような考え方の人と出会うというのはすごく稀なんですけども、インターネット、特に SNS など通じると、その極端な意見の人たちが例えば日本に100人しかいない、1000人しかいないということであっても、
100人集まり1000人集まればそれなりに大きなグループとなってその中でいろんな、極端な意見が交わされることとなります。グループ討議という概念があるんですけども、グループで討議をすると最終的に極端で攻撃的で排他的な意見が採用されるというエラーを人間は持っています。例えば日本という、カテゴリーで外国の話を話すと、あいつらやっつけろみたいな話になってしまったりだとか、これ笑い話になりますけど慶應義塾大学という話で早稲田大学の話をやると早稲田倒せみたいな話になるというのもありますが、小さいカテゴリーで話せば話すほどその外の、自分たちが対立している自分たちのライバルだと思っているところに対して攻撃的な結論が、採用されるというエラーをずっと、人間は持っています。で今までは現実社会ではそういう極端な意見の人が集まることも少ないですし議論するスピードも少ないですし、別れてしまえばそこで議論が終わりなんですけどもインターネットではそれが延々と続き、時間だとか距離的制約はなく続きます。これによって、本来穏やかであった集団ですらある日突然極端な集団に変わってしまうということを集団極性化と言いますけども、キャスタンシンはこの集団極性化がインターネットでは極端に起こりそして多数起こるだろうという予言を残していて、今現在実際そのようになっています。でさらにそれを、助長しているのが SNS のおすすめ機能で、一度何か自分の好みだとか自分の趣味嗜好に合う動画を見てしまうと、次から次へと似たような動画似たような傾向の動画が出てきます。例えば A という政策は間違っているという動画を見てしまうとそれを肯定するようなものがたくさん出てくるので、まるで世の中全てが反対しているように錯覚を陥ってしまうんですけども実はそれは自分の持っている、極端な意見で世の中的に受け入れられないものであったとしても、まるで自分が支持されているような錯覚に陥って、その集団は、極端で攻撃的で排他的な集団と変わってしまうと。これを助長しているのが SNS でありおすすめ機能であります。もともとその人間の持つ選択的接触というエラーであるだとか SNS のその時間的空間的な制約がない特性またおすすめ機能によって偏見が固定され助長されるという機能に外国勢力が付け入る隙があって、いろんな政策だとかいろんな施策に対して、自分の国が有利になるようにいろんなものを作っていくと。で特に AI の発達によって翻訳機能が格段に向上しましたので特に日本に関しては日本語という壁があって守られていたものが翻訳機能によって自然に日本語になります。また動画特に今ショート動画が流行っていますけど10秒20秒の動画であれば100個200個大量生産することが可能です。こういうものが世の中に出回って日本の社会を混乱させ分断させる工作というものが進められているんじゃないかという懸念が近年活発に議論されています。集団極性化については研究においてはその効果が限定的なのではないかという意見もあります。ただしこの点でまずやっぱり踏まえなければならないのは偽情報の方が正しい情報よりもその拡散の速度が圧倒的に速いということです。これがなぜ起きるのかということについてはさまざまな議論がありますけれども大きな要因の一つとしてあるのがそのナラティブを埋めてくれるその事象についてその偽情報の方がきれいなストーリーを示してくれるというのがあるというふうに考えられます。これはその一部の人たちその強い感情を持っている人たちの欲求を満たすようなナラティブというものがその SNS の中では再生産するということが非常に簡単に、特に AI の登場によってなってきています。そうすると仮に正しい情報が与えられたとしてもその正しい情報は偽情報誤情報のナラティブを超えることができていない場合があります。そうしてしまうとその集団の中で培われてきた意見というものが固定化されてしまってまたもしくはその意見というものがより強烈になってしまうということが起きてしまうことによってこの集団極性化サイバーカスケードの問題というのが深刻になってくるということが考えられます。人間がその情報に選択的に接触した時に意見がどれだけ変わるのかどういう人たちが変わるのかというものはきちんとこれからも分析を続けていかなければなりません。
その時に大事なのが、その自分がこういう意見だからその情報に接触をしているのか、もしくはその情報に接触したからそういう意見に変容したのかというこの違いというものをきちんと見極めていって、その見極めた上でどういう政策もしくは手を打っていくことが一番世の中をもっと適切にSNS を利用できるようにする社会にすることができるのかというために大切になってくると考えられます。ではこのような状況にあって我々はどうするべきかというところを考えていきたいと思います。安全工学という学問がありまして、例えば自動車事故をどう防ぐかというときにシステム、社会、人という3つの概念から交通事故をなくしていきましょうというふうに言われています。例えばシステムとは何かというと、自動車事故が車と車がぶつかるのであればそこを立体交差にしてしまう。車と人がぶつかるならば歩道橋をかけてしまって物理的にぶつからなくしようという動きがあります。あとは例えば自動ブレーキを搭載することによって、事故が起こりそうであれば事前にブレーキをかけて事故を防ぐというようなことがあります。例えば自動ブレーキに関しては搭載した車が搭載してない車に比べて事故が8割減ったというところがありますが、ただこのシステムは完全に安全を担保できる一方大変なコストがかかるので、全ての交差点を立体交差にするわけにもいきませんし、自動ブレーキも普及には時間がかかるので、次に大事になってくるのが社会、これルールと言いますけれども、ルールを使って安全性を高めようという概念です。例えば道路では信号機を作って赤だったら止まれ、青だったら進んでいいというルールを作れば、信号が赤くなったからといって事故を完璧に塞げるわけでもなく、青になったからといって安全に進めるわけではないんですけども、事故を大きく減らすことができます。で、最後に重要になるのが人で、これらシステムだとかルールを安全に運用するために人の教育が必要だというふうに言われています。例えば小学校に行って横断歩道は手を挙げて渡りましょうだとか、赤信号を渡っちゃいけませんよだとか、車道に飛び出しちゃいけませんという教育をすることによって、先ほど作ったシステムだとかルールを効率よく運用するということが可能になります。インターネットのこの安全、安全保障を含めいろんなインターネットのトラブルに関してどうしても人中心のリテラシー教育を入れましょう、人間を教育して防ぐようにしましょうという意見がありますが、これは間違いで、基本的にはシステムをちゃんと運用した上でそのシステムを運用するためのルールを決めていって、それを正しく人が運用できるように教育をしていきましょうという順番で考えていかなければいけません。例えば先ほど AI によるおすすめ機能がハッキングされて、不適切な動画によって世論誘導がされるというお話をしましたが、それであれば AI を改善してそのような他国の世論誘導ができないようにシステムを改善していくであるだとか、身近なところでは例えば、ウイルス対策ソフトを入れてフィッシング詐欺を防ぎましょうみたいなこともありますが、システムとして何ができるかということをまず一番最初に重要度高めに考えていく。そしてそのシステムを運用するために必要なルールをどんどん定めていって、そのルールだとかシステムを運用するために人を教育していきましょうというのが重要になります。例えば、法律やガイドラインなんかを定めるというものに関してもこれもルールなので、国会はじめいろんなところで議論されていますが、やはりその前にシステムがあって、じゃあそのガイドラインをどう守るかということを人が考えるべきだというふうに私は考えています。法律を作る場合にはやはり表現の自由などさまざまな別の人権規定との抵触というものが想定されますから、きちんとここに関しては国民的な議論というものを喚起していく必要性があります。またシステムという点については非常に面白い研究が最近出ていたんですけれども、それは AI と対話をすることでその陰謀論的また偽情報に対するナラティブの認識というものを改善できるというものがあります。最近 X ではグロックに対してファクトチェックしてとかこれについて説明してというようなことをされているということがありましたけれども、あれをもう少しきちんとシステム化することによって、もしかしたらその誤った情報について
そのユーザーがきちんとその誤っているということを認識して正しい認識の方に導くというようなこともできるかもしれません。また教育についても先ほど田代先生からお話がありましたけれども、これをどういうふうに SNS を使うかということを大人に対して何かもっとリテラシーの開発をしていくと、教育をしていくということについてはなかなか難しい点もあるかもしれませんが、自分の思想というものが固まりすぎる前に SNS ではどういうふうな議論がされているのか、でそれについて自分はどう接触していくのかということをあらかじめ小さい段階で教育をしていく。たまにこれは免疫の比喩として説明されることがありますけれども、小さい時に小さな偽情報とか誤情報に対する例を示していくことによって、こういうことがあるかもしれないので、じゃあ自分が実際に社会に出てその SNS というものに触れた時にどういうふうにその情報について解釈をしていこう、受け入れていこうということを訓練していく、トレーニングしていくということが一つ大事な試算としてこの研究からは挙げられるかなと思います。このような状況になりまして、ライスの情報戦グループでもデータ分析などを通じて、現在ネットでどのようなことが起こっているのか、それに対してどのような対応が必要なのかということを提唱していきたいと思います。では今具体的に研究していることについて長島さんよろしくお願いします。我々情報戦チームでは会員企業と協力してさまざまなデータの収集分析というものを進めています。例えば地方知事選挙がさまざま行われていますけれども、そこの X のデータなどを取得してどのような投稿がされているのか、またその投稿している人たちの特性はどのようなものなのかなどの分析などをしています。また他にもさまざまなデータの取得をしておりまして、さまざまな仕掛けも進めています。これを今後どのような形で公表していくべきなのか、もしくはその公表によって例えば外国政府が工作をしているということになれば、その工作活動の方法が変わってしまうということもあるわけなので、慎重にそれを進めながら考えながら、その公表の仕方については検討していきたいというふうに思います。また我々情報戦グループでは会員企業様からいただいたニーズであるだとか、あと幅広く安全保障や防衛に関する情報なども分析を進めていきたいと思います。特に SNS ではいろんな情報があふれていますので、それをうまく整理してどのような世論があるのか、またどのような介入があるのかというものを分析した上でレポートという形でお示ししたいなというふうに思っております。またその分析を通じてシステム、社会、人などでどのような対策が必要かという提案もつなげていきたいと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。本動画をご覧の皆様にも今後ともライスへのご支援、ご協力を承りたいと思います。よろしくお願いいたします。